ございます。ジェイラです。今回は内装カスタムの続きのお話です。メニューとしてはこんな感じ。時系列で追っていくとあまりに長いのでサクッと話していこうと思います。まずはドアのバックル工事から。着手自体は21年の年末でしたが、諸事情あって工事がずれ込んでいました。6.5 インチコアキシャルユニットをドアに設置することが主な目的でした。アンプに合わせて選定したコアキシャルユニットが 6.5 インチなのにマグネットがでかすぎて入らなかったことが発端です。ドアのインナーパネルを切開し室内側へ押し出すことでスペースを確保しつつ、固定構造はメタルとすることで剛性も確保しました。パネルの押し出し方も単純に平行移動するのではなく、スラント角を設けることで音が上に、リスニングポイントに向かって飛べるようにしました。運転中とドアを開けてパフォーマンスする時の耳の位置を狙っています。押し出しに伴って当然トリムもそれを覆うように形状を変更しました。暫定的にカバーをつけていますが後々一体化させるつもりです。そして今までアッパーだけインパネと同じレザーを巻いただけになっていたので、これを機にミッドとロアも貼りました。ロアはこれもインパネに使ったのと同じ白い合皮。手直しを前提にしてるのでざっくり貼っただけになっています。で、ミッドに貼ったこの生地ですが、地元群馬県の伝統工芸、桐生織を使っています。群馬ナンバーでスバルに乗ってるならいっそカスタムにも群馬要素を入れたら面白いかなと思ってやってみました。レペゼン群馬。ちなみに普通の架線なので車検非対応です。糊で軽く貼っただけなので簡単に戻せます。今後は前述の通り手直しを加えていき、ゆくゆくは LED でイルミネーションも入れたいと思っています。続けてコンソール。内装の古臭さを払拭することを目的としています。内装カスタムを始めた当初からデザインが煩雑で質感が悪いと感じていました。加工の内容としてはスイッチ類の移動、EV シートターボタイマーの埋め込み、シフトブーツ製作、仕上げにラッピングとレザーです。最近の車を見ているとコンソールにごちゃごちゃスイッチがついてる車は少なく、特にプレミアムブランドはつるっとしています。それを取り入れるべくミラー、DCCD、空気清浄機のスイッチをコンソールボックス内へ移動させ、ハーネスも延長しました。純正空気清浄機はレアオプションらしいです。逆にもともと小物入れとしがそけ、灰皿があったスペースには EV シートターボタイマーを 3D プリントを使って埋め込みました。生活感の排除とコラムカバーにただ置かれていた補助ケーキのスタイリッシュな処理が両立できてにっこりのアイデアでした。が、事件が起こりました。例によってトゥニオで 3D スキャンを実施し、CAD で設計をしたのですが、スキャンデータを取り込んだ際にスクシャクを合わせ忘れたままプリントまで進んでしまい、大変お恥ずかしい結果を招きました。ハゲタコエンジニアリング。データ縮尺をきっちり合わせ直したらぴったり作ることができました。シフトブーツは純正品から型紙を取って桐生織で製作。口がちょっと広かったので紐を仕込んでリボンで留めました。かわちい。そして仕上げにヘアラインシルバーでラッピングと白い合皮を貼って出来上がり。この辺りも色々やり直す予定です。ステッチとかカラーリングとか、そしてステアリング。リペアとカラー変更が主な目的です。レザーがボロボロになっていたり、内装色変更の流れもありましたが、車外ステアリングを入れるのはなんか違う気がしていました。ステアリングを縫っている動画を見てなんとなくいけるっしょとノリと勢いで着手しましたが、まあよしと言えるレベルのものができるまで2ヶ月かかりました。カラーリングはインパネと逆転させ、白い部分にパンチングスエード、水色の部分に合皮、ステッチはグレーにしました。合皮で巻いたストレート部は簡単なんですが、T 字部分がとにかく難しい。難しポイント1、生地が柔らかすぎる。パンチングスエードの生地が柔らかくシワになりやすいです。薄くても適度に針があった方がやりやすい感じです。これは5本目から質感アップを狙って生地を2枚重ねる作戦の副作用で少し改善しました。難しポイント2、ステッチ。今回は純正と同じダイヤモンド型のステッチにしました。
生地の両端に先に等間隔でステッチを入れておき、別の糸をステッチに通して閉じていきます。ステッチ同士を引っ張って閉じていくので、全てのステッチが同じテンションで縫われていることが理想です。これが死ぬほど大変でした。綺麗に縫うコツをつかんだので備忘録も兼ねて解説します。ウエイトを通して下糸と絡ませてウエイトを軽く引っ張ってウエイトが進行方向に穴から出るようにここを狙います。すっと通して下糸を押さえた状態でウエイトをトントンと引いてテンションをかけます。これをひたすら繰り返していきます。スピーディーステッチャーを使えばいくらか楽ですが穴が広がるのが嫌で使ってません。ミシンだと 6mm のピッチが選べないことと糸調子を信用してないので手でやってます。難しポイント3、位置合わせ。これは3回目くらいの通しトライで気がついたんですが、一度縫い上げて修正を型紙に反映したとしても次のトライで全く同じ位置に合わせられないと意味がないんですね。これ 1mm 足りないと隙間が見えるし、逆に多いと閉じた時のステッチの形が歪みます。これは違う材質を組み合わせた弊害でしょうね。で、これが最近縫い上げた5本目。前述の通りスウェードを2枚重ねにして質感をアップさせました。手触りもいいです。今後はさらに完成度を高めるとともにもう少々デザインを工夫する予定です。全体的に暫定仕様でしたが、5月にはウィークフェストに参加してきました。今回ご紹介する内容は以上です。次回はフロントドアのデッドニング効果測定です。体感では明確に変化があったので、楽しみにしています。以上、ご視聴ありがとうございました。